ゆっくり来てください。お待ちしております。ありがとうございます。お湯につけてちょっと消毒してるから朝はよっこいしょ。よっこいしょ。ラーメンとかうどんとかに入れる。こっちはお刺身。よし。鹿はこの近くで取れた。鳥取と入れるから持ってきてね。今青りかぶるんやから炒めてる。3連休は忙しかったですか？大したことなかったよ。だからお客さんに通らんかもしれん。外の船って誰か乗られてたんですか？一番でっかいやつはあれは定置網の船をダメになったやつをいらんがにもらってしまって、あっちの小さいやつはうちの主人が乗ってたんです。磯のこの周りのただお魚釣り、魚釣り道楽趣味で乗ってた。趣味の道楽。冷蔵庫。これも何か使うんですか？これもみんな炊くものに使います。お刺身に食べれば美味しいんです。コリコリしてますよ。お刺身にしてもいいんだけど、ラーメンとかうどんの中にもう入れてしまう。ここはこのお父さんのおる時にちょっと知り合って、これ亡くなってからはずっと手伝ってるんです。前田さんが漁に出て取ってきた魚とかもお店で。いやいや、魚は他の人から仕入れてくる。私は磯りをサザエとかわかめ、ここで使ってるラーメンのわかめみたいなね。素潜りされるんですか？素潜りもしてます。もともとずっと船に乗っておられたんですか？内航船の単価船に乗っとったんです。北海道苫小牧から荷物積んできたり、水島から金沢湖へ石油を運んでたんです。はい。じゃあお茶一杯飲んでください。すみません、いただきます。はい。広瀬さんが来てますよ。広瀬涼子さん。そうなんですね。サスペンスで。私、松田聖子さんが有名な時、ここで撮影されてですね。そうなんですね。はい。ここも東京の方から来られるお客さんはやっぱりあそこのベンチで腰掛けて癒されますねっていうね。
もしもし。もしもし。はい、食べれます。はい、お待ちしております。お気をつけてどうぞ。結構県外の人も来られるんですか？県外の人の方が多いよ。う地元よりも県外の人多いかもしれない。今はもう誰でもいつでも会いと。何になっても満車になることないわ。本当は7時ぐらいまでもう一人はいいんだけども、待っとるのが嫌で、もうお年いったから5時間ぐらい働けばいいかなって。なんでもこんなもん我流やからそんなのが今変わる。ラーメン2つ。ラーメン2つね。はいはい、ちょっと待ってください。前田さんが取ってこられる。わかんないです。
で仕事しとったのと、Google の評価とか口コミを美味しいですね。そう言われる。新鮮な気がします。どうもありがとうございました。じゃあ、いらっしゃいませ。結構ラーメン人気なんですね。昔はうどんやったんだけど、何時かからラーメンになって。
何年ぐらいこちらなんですよ通われてるんですか30年以上。すごいですねいつも何頼まれるんですかもうこのパターンですね、はい、美味しいですよ。ちょっと私今日病院やったもんです。あ、大丈夫ですよ。はい、気をつけて来てください。ちょっと遅くなっても大丈夫ですから、ゆっくり来てください。はい、はい、どうもお待ちしております。ありがとうございます。少なめに。これおつけます。4番4番。水がに高んだらんだけど難しい。わかんないですか。そうそう。難しい。いいからね。よいしょ。私お昼に食べないよ。私食べとる暇がなかった。ご飯たくさん炊くから、ご飯開っとるだけでお腹いっぱいになる。まやかに移されると思わんかった。ちゃんとせんだらんけどね。私で4代目ぐらいのここ買われた方がカナダの人で、私は、よく知っとる人だったんで、その人がカナダへ帰られたもんで、私はまだここほんならしてまして。それが40年ぐらい前、うん、そうそう。それまでは普通の主婦っていう方ですまあ主婦や。
もう毎日こちらに手伝いに。一応、うん一応。でお昼ご飯もここうん、で食べる。今日はね、ちょっと病院行ってきたもんで、うんそのまんまうち寄らんと来たから。うん白い波がちょっと見えとるやろ。はいほら、海に波が。はい白いが。時々白く見えるやろ。はい。あれ、ウサギが飛んどるちょいだよ。あれはもうしけとる。あ、そうなんですね。あんなん飛んだらもうイソリオできない。あ、言ったここ冬休み。冬休み言うから。12月から3月の初め頃までもう店閉めてしまうから。あ、そうなんですね。もう戸を開けられない。風が強くて。ん。それで冬の間は岩のりとる。仕事するここで。じゃあ失礼します。ちょっとお先に。これお母さん行くよ。ありがとうございました。はい。ご苦労様です。はい。おしまい。もうお方片付いとるからおしまいです。すみません。長いことありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。さまざまな事情を考慮し、本人の意思を尊重することといたしました。スープ用です。これはね、丸骨6にバラ骨4ぐらいやと割合的に言うたらね、丸骨ばっかり使ったらちょっとあんまりにも濃くなるっていうか。はい、たまちゃん危ない。一番いい。大根かね。あと今も気持ち悪いね。1年で一番暇な時期ですよ、今。あ、そうなんです。夏の方が忙しいんですか。8月一番忙しいです。うちほら、冷たいもん一切やってないんだけど、冷たいもんやったんですよ。ビールと飲み物ぐらいなんだけど、去年も8月売り上げ一番だったんじゃないかな。欲のない時に、手っ取り早くこういう栄養価の高いものを食べることになると、ラーメンが一番でしょ。どこのラーメン屋さんもそうかもしれんけど、隠し味にほとんどニンニクみたいなのも入ってるから、ニンニクってのは食欲を増してくれるし。その話忘れとるときに今ちゃうか。これで焼き豚薄口と濃い口のブレンドペッパー
丸高屋さんで修行されたんですよね。そう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 。3年弱修行してるからね、もう38年から9年。35でやって丸々35年。長いような短い。初めやった時に親父がもうカンカンになって怒ってね、アホかよって35ぐらいやとほら貯蓄も何もないしさ、銀行から金借りるにしてでもさ、また数千万借りんねやかわって、やっぱバックに一人誰かおってもらわんと親父のとこ行って頭下げて。いよいよ出発の時、そこにこれがほらラーメンの中に入れる油、これ作るのにね、工程から最後の仕上げまで行くと5時間ぐらいかかるから、だからそれがね、これ2つ分ぐらい全部下打ちして全部して。ここはまだいいか。これで2日分。よっ。1時間ほど様子見る。1時間は大丈夫やね。はい。どうぞ。サラリーマン時代に先輩に連れて行かれたのが丸高屋。あの時衝撃受けて、なんでこんなうまいんやって。でそこからずっとサラリーマンやってて、北日本新聞にさ丸高屋の募集出た時に一生懸命辞表書いてね。それ持って会社行ってその足で丸高屋へ面接に。店名も丸高屋さんから取ったっていう形です、加盟店の映画に丸高屋はやれないと、数店こういうのとこういうのありますけど丸中屋でいかがですかって言ったらそれでいいよって言われたから丸中屋です。こう煮詰めるごとに
水分飛ばされることによって油だけになるからそれがちょうどいい具合に上がるんですよ。もう山盛り入れてくれよそうなんだけど、トッピングはみんなうちただやからこれも含めてうちのラーメンだからここでだいぶ浮いてきたからもうそろそろ。ラーメンはこういう油かすも全部含めて化学調味料一切入ってないから。いやー、ちょっともたくさんって言うか。はいはい。はいはい。気をつけて帰らない。はいはい。はい。そうそう、あんたに切り替えてくれなんから、もう2年後はさ、お互い。で、あんたよ、特別教師の、普通教師の人がいて。毎朝食べられるんですか、ラーメンは。うん、修行に行ったその日から38年毎日。寒いです。濃いめに。一瞬で別世界へ始めるなら今。ジョリーパスタビーズオイスターグリークパスタにグリーク固めで。はい、いらっしゃい。
チャーシュー大盛り。はい、両方で。はい、すいませんね。はい、あ、危ないですよ。両方で油多め。あ、買った。テーブルに？うん。あ、テーブルにはまだです。先に。これおすすめ。すぐなくなる。だから早く来た。はい、熱いねが。熱いですね。熱いわ。油だけ多め。油だけ全部多め。はい、分かった。で、ネギ多め。ネギ多め。はい。はい、チャーシュー。はい。チャーシュー。量だ。チャーシューなんはいよ。はいよ。これ。まるで俺作ったみたいな言い方してる。これチャーシューすんげえ。これにライスつけていやチャーシュー全月一は絶対行きます。ここのラーメン屋は濃いめ、固め、油多め。昔からの味でうまい。ありがとうございます。どうも。はい。両方。はい、参ります。はい、固めの大盛りです。いろいろあれしとったらここにたどり着いて、麺が昔から使ってる麺でしょうがあれだったんで気に入ってそれからよく買います。はい、一番3つ。はい、出してね。はい、1番。はい、いらっしゃい。カウンターどうぞ。横の固めも出るし、3番の2つも出る。はい、了解。ごめんなさい。いえいえ、何をしよう。はい、はい。次は6番さん。熱いですよ。はい。もうちょっと焦がしてね。はい。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、すいません。美味しい。自分
分が小学生ぐらいから聞いたから。そうなんですねそう30年ぐらいで思ったスープが私は大好きかな。たくさん飲んじゃうくらいにラーメン好きなので。あと1番入ってるよ。何年ぐらいお店入ってるんですか？もう20歳にはもうここにおったから結構長いですね。もう20年ぐらい経ちます。次4番4番出て片目使って親父も年だし、じゃあ俺やるか言うで、俺と弟と2人でやるわみたいな感じ。まさか長男が継ぐなんて言うてくれる思うとらんもんでさ。親父さんからしたら安心なんじゃないですか。正直言うてね、俺はもうね、親父の後継がんだ方やから、でサラリーマンやってしまうんだから、だからあんまり子供にはそういう継ぐとか継がんとかっていう話はあんまりしたくなかったんでね。どっかそこら辺に座ってればいい。飾りみたいにさ。で、昔からのお客さん来たら俺が相手すればいい。でもね、こうやって店やっとるとね、いろいろな物語がお客さんが繰り広げてくれるから、本当に面白いよ。カツです。はい、お待たせしました。親子丼でございます。いくらやったっけ？うちのおばあちゃんが昭和の30年代前後、どこにでも鳥屋さんがおって、そこで柏を仕入れとって、内臓をどう損害できるか捨てとるいう。捨てるぐらいなやつ買ったぐっちゃうて、買ったのが始まりで、酒のおつまみとしておばあちゃんが作った。それで立ち食いのうどん屋やっとって、お客さんがいっぱい飲んでもつ煮を食べとって、それがね残るた。で最後うどんの上に乗せて食べたら、うどんの出汁の味が変わって、それは美味しいわと。それが始まり。そういうふうに伝えられております。
心臓を掃除して洗ってあるの。それからこれの掃除したやつと合わせて、でタレの中に入れて蒸し器で、6時間。本当のこの辺の農家さんから買ってるんですけど、そういうのが一番美味しい。美味しい昆布使ってるんで、これをきれいに洗って細かく切って昆布レタスチャーハンっていうのも出してます。だからこれをそのまま利用してます。18で調理師学校へ行ってその時に学生しとった時に住んでたところの近くでうまい中華屋さんじゃあ中華料理しようかなと。何年ぐらいやられて多分3年ぐらいですか。要は町中華を習ったんです22、3で戻って要はうちのおふくろがこのもつを継承してそのままに至る。またうまそう。もつなんか見ると家が宿にしみるので鍋の中に物を入れて家を消す。何から何まで田舎飲みすることもあって全て
手作業のアナログでやってますね。どれだけ変わってきたのかということを知りたいとリスナーに思います。こんな感じです。はい、人気のメニューって何、どういうメニュー？一番出るのがこれで、その次に A セットオムライスで、あとはここどっこいどっこいです。昔ながらのオムライスなんで、何のおしゃれ感もなく、トマトケチャップと玉ねぎと鶏肉で炒めるオールドオムライスです。ご飯取らんでもメニューじゃないよ。スターティングラインナップ、大谷が入っていたラインナップの中にはこの人の名前がなかった。入院の手術の病？そう、膝お膝コール。みんなの声からできた。もつうどん1つ、それともつうどんのもつ大盛りを2つ。困難。休
今日初めて来たの。あ、そうなんですか。美味しいよ。美味しいです。まだ出てない。漬物とミニヤッコを唐揚げ定食用に炊いといた方がいいですか？ミニヤッコがいなくなって。よいしょ。
うどん。お待たせしました。もつうどんでございます。熱いよ。熱いよ取られんから。これが A セットのもつうどんね。昭和 B セット2つで、親子丼、ミニカット丼。厨房の中暑いでしょう。今日はまだでも涼しい方ですよ。今時厨房にエアコンないのは風月ぐらいかも。すいません、まだです。カツね。2セットのカツうどんでございます。はい。はい、お待たせしました。親子丼でございます。はい。クーデターが相次ぐ青空、中国が接近する狙い。 2回目ぐらい。何頼まれたんですか？ B セット。美味しかったです。美味しかったです。ラーメン。新潟の長岡の方で、そうテレビでやったのが見とった、パクった。だ結構人気あるもんで。あ、こっちや。はい、新カツのうどん。うどん定食。
はい、もうステイです。よいしょ。もう子供の頃から来てるんで、めちゃめちゃ常連ですね。このお店はほらメニューがめちゃめちゃ多いんですよ。なのですごい迷うんですが、結局いつもこれ、もつうどん定食。やっぱいろいろもつ食べましたけど、ここの鶏もつも美味しいですよね。うん、癖になります。地元のうどん屋さんで細めのうどんでちょっと丸くしてもらってます。でこれはスーパーにもなくて空熱用に作ってもらってます。もう井戸城さんもイカ連なんですね。初めての方はいろいろ聞かれるんですよ。俗に言う甘辛いっていう味なんですよね。はい。手洗いしました。ではこちらでよろしいですか？でもつうどんになります。電話で注文いただければお送りします。ゆくゆくそういう知識がないもんで、彼はどこまで頑張れるからって頑張って買える状況にします。外国場所、これがあったからこそ生きながら江戸になってる。サクサク、ふわふわ。エビ天は普通タレで食べてる塩味だからまた新鮮な味です。お待たせしましたでいいと思う。その半月の前に残りかな。おはようございます。おはようございます。
削ったやつもらってたんですよ。だから何貼っとくかわからんもんだから。自分で。それでこれ丸もんなんですけど、そのままのはくださいと。地元のお米っていう。そうですよ。契約農家さんとずーっとお付き合いさせてもらってます。富山県の美味しいお米作りプロジェクトというのにも参加してます。やっぱりね、天丼屋さんですから。でもね、うちの店はね、マスターが手打ちのうどんを提供してるお店なもんで、やっぱりね、うどんの注文も多いですね。44。ちょっと機械に入れるもんでね。今日涼しいもん。風冷たいね。絶対に。あれしてもらうんだね。あ、ほら。新の古い防火状そうめんらしいです。麺がちょっと太めなものは厚い麺専用にするとか、なるべくならグラムを分けて置いてます。
買ってみよう。いつも使うから。延長だったらダメなの？そうだな。そういうこと多々あるな。あ、そうなんや。そうだな。塩天丼っていうアイデアはどこから出てきたの？うちの親父がやっぱ体悪したもんでもう亡くなってるんですけど、だから自然なその味だけでなくてその食材そのものの味を伝えたかったので塩で食べていただくようにしたんですが、それがもう今名物というか。そうですね、看板通りうちは最近うどんよりもおからそうめんと塩天丼いうメインになっちゃって、はい。とろたまピリ辛ヒレカツ丼1つ、はい、7つ、はい、わかりました。今すぐ作り始めます。はい、ありがとうございます。田んぼ忙しいからね。そうやろうね。忙しいこの天気のいい日に頑張ろうね、うち。でっかい冷蔵庫やろう。冷蔵庫の一番左の。エビ辛いが。私ほらミニメンチとかにさ、シャワーカレーと置いたもんこれやって。今日この品物電話持ってたからさ。
塩天巻き1な。あ、シードにも全部取って。あ、そう。いらっしゃいませ。作っていいやと。はい。塩天巻きはその半月の前に残れたんだよ。はい。メンチもお渡し。あんまりね、勝手に並べてんだと思う。まだ大丈夫です。はい。上田さん。はい、お待たせしました。大盛りになってます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。よく食べてるんでここね。もう常連さんですか？割りかし来てるんで、まあ一番その体に合った味だと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい。この2人だけど、赤ちゃん来るから何時だろう。はい、そうです。知らなかったかな。おしさん、それ。これを使ってから松山どこかに。お待たせしましたでいいと思う。サクサク。ふわふわ。エビ天は普通タレで食べて塩味だからまた新鮮な味ですよ。エビ本来の味がしていいんかなと思って。お母さんうどん、あったかいうどんで一つと、1個だけ。3番。はい。お子様うどんでついて。全部のりかけていい。10番。塩天巻きと塩天巻きとそうめん。そうめん。2番です。2番です。塩天巻きいきます。これ買える？えっちゃん。それすごい塩エビの葉トマト根トマトさあるね。
どっちが張ってる方です？こっちが伝票通りに置いてあるからね。こっちがニンニクあり。こっちニンニクなし。いくよ。はい。いくよ。はい。これなしだから。はい。おります。天丼なんでタレ使ってないんであっさりしてて食べやすいですね。ね、衣サクサクのまんまだしね。ね。硬いの。結構にね、時間かかる。1番さんでいいです。そうだ、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、あとや。はい、ありがとうございます。肉さん。そうめん先持ってってか。次が。
お子様うどんです。決めだの決めつにね、食べたい。はい。ちょっと待って。バラバラになった。この今の中に塩。はい、ロー下がってよ。はい。そうでいい。ね、カキフライ聞いてきたのは1個や1つやろ。1個です。結構来られるんですか、こちらのお店。初めて。初めて。タレかかってないから、やっぱそのサクサクの衣がいいっていうと、やっぱタレつけちゃうとちょっと時間が経つとこうひなっとしてくるんですけど、そういったことがないので。ジャリーム。え、塩。大島さん、これネギの上に生姜。生姜ね。はい、持ってきます。はい、オッケー。いいよ。丼だけでも出来上がっとったら持ってって。洗いに茹でておきますので。はいはい。これが3番です。3番。はい。あったかい方に今それは、ただこっちの方が持っていくわ。あるのね。よいしょ。はい。置いといて。はい。よいしょ。はい、3番。ソースご飯みたい。それね、まだな。はい、天ぷらうどんです。はい、お姉ちゃん。ロースのソース大。ロースソース。大。ご飯大。いいの
お待たせいたしました。天ぷらうどんです。ロースソースの方になります。はい、この機械も70年使ってます。先々代からの機械で。楽しいよ。なんかすごいチャレンジで、なんかいいな。はい。関西のご視聴方です。関西チキン鍋焼きうどんおにぎり。3名様です。はい、どうぞおわり。お待たせ。はいどうぞ。失礼します。ではお待たせです。3回行きます。
はい、中の仕事はこれぐらいで。中華、これは中華の麺なんですよね。こんなもんだな。うん。ちょうどいいぐらいだ。お名前をお聞きしてもいいですか？リちゃんです。リちゃん。うん。私を見とって手伝いたいって言ってで、もし何か私やった時に力仕事やってくれると。
今からは今からアロマキャンドル作っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ先週山で撮ってたんですよ。あ、来た。はい。特盛りそばで。6番さん、特盛りそばです。はい。はい、いらっしゃいませ。親子丼、鍋焼きうどんです。はい。2番さん、ご指定方で。これは鍋と2番サンデーです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、2番さん。
焼きうどん、おにぎり生つゆです。ほんでこの大豆の方、ネギしく食べて。はい、いらっしゃい。当館さん3名様です。はい、トークンあり。何番？6番。いらっしゃいませ。お客様失礼します。カウンター2名様、鴨せいろく寿司2つ。はい、大吉。こっちあります。うん。はい、上がってます。はい、お待たせしました。大吉。持ってくるから。マンサー1番。はい。失礼します。ではまた。4時間かければいいんです。よいしょ。それでかかって品そば2つと、僕は大吉。大吉。あ、これ。そばいった。よいしょ。大体品そば。で僕は大吉の濃いやつね。この人ら、美味しい。スープが美味しいと。
天丼の方は。はい。はい、失礼します。はい、どうぞ。はい、出来です。はい、2番さん行きます。はい、お待たせいたしました。大吉おにぎりです。はい、どうぞ。ありました。はーい。鴨セーラク寿司2つ。当番さん。3、4番。失礼します。はい。はい。はい、来てはい、鶏とろ仕上げて。いいよ。置いときます。はい。今度鳥です。とろろ一人前ください。はい。はい。はい、鴨せろ。かけそば吹き天大輝が2つとご飯も2つで。はい。はい、かけ。いらっしゃいませ。はい。大輝奥から行きますね。今もう一つ来ます。はい、来てー。はい。天ぷらです。多かったような気がしたかな。なあ、麺かどこですかね。はい。はい。
鴨2つ、かき1つ。12番さん、メガ盛りそば、トッピング鴨汁と天盛りです。はいよ。以上です。生本3枚。3枚ね。5人前だから、まあ、1人で食べる人もおられるけど、大体シェアしてるな。はい。わさびのちょっとお願いできますか。これ出してください。2番さん、お願いします。ありがとうございます。はい、手盛りとメガネ。12番。お待たせ。はい、どうぞ。なんだけど